皆さんこんにちは。日本語リスニングポッドキャストへようこそ。今日のテーマは新幹線に乗るです。日本を旅行するとき、多くの人が体験する高速鉄道ですね。最初にお知らせです。エピソードの下に漢字リストとリスニングクイズがありますので、ぜひチェックしてください。そしていいねとチャンネル登録もお願いします。新幹線は1964年に開業し、東京オリンピックに合わせて走り始めました。当時の人々にとってその速さはまるで夢のようでした。東京から大阪まで3時間少しで行けることに多くの人が驚きました。現在ではさらに速くなり、2時間半ほどで到着できます。技術は進歩しましたが、正確さと安全性を大切にする姿勢は変わっていません。切符を買うとき、駅の窓口で駅員さんに相談する人もいれば、券売機を使う人もいます。最近はスマートフォンのアプリから簡単に予約することもできます。自由席と指定席があり、混雑する時期は指定席を取った方が安心です。ゴールデンウィークや年末年始などは特に早めに予約することをお勧めします。新幹線専用の改札を通るとき、チップを自動改札に入れるとピッという音がしてゲートが開きます。その瞬間、いよいよ新幹線に乗るんだと気持ちが高まります。普通の電車とは雰囲気が違い、改札を抜けると広い待合スペースや売店が見えてきます。旅行のスタートに胸がワクワクする瞬間です。ホームに出ると白く長い車体が目に飛び込んできます。先端は飛行機のように尖っていて、とても未来的です。観光客がカメラを向けて写真を撮る姿も多く見られます。初めて見る人は思わずすごいと声を上げます。新幹線は日本人にとっても誇りであり、何度見ても胸が高鳴る存在です。新幹線の特徴の一つは正確な運行です。出発や到着の時間は秒単位で守られています。わずか1分の遅れでもニュースになるほどです。日本人にとっては当たり前のことですが、外国人旅行者にとっては大きな驚きです。時間を大切にする日本文化が新幹線の中にもしっかり生きています。車内に入ると、まず広々とした座席が目に入ります。シートは飛行機よりも大きく足を伸ばせる余裕があります。窓も広く外の景色を楽しむことができます。座席の間隔が広いので長時間座っていても疲れにくいです。こうした快適さが新幹線を選ぶ理由の一つになっています。座席にはテーブルやリクライニング機能があり、使い方は自由です。パソコンで仕事をする人、本を読む人、音楽を聴く人など様々です。静かな環境なので読書や勉強にも集中できます。飛行機より揺れが少なく、会話の声も控えめなので落ち着いた時間を過ごすことができます。新幹線の楽しみの一つが駅弁です。各地の名物料理が入った弁当で、東京なら寿司弁当、大阪ならタコ飯、仙台なら牛タン弁当などがあります。旅の途中で地域の味を楽しめるのが魅力です。窓の外を眺めながら食べる駅弁は格別で、旅行の思い出に残る体験になります。駅弁は見た目にも工夫があり、色とりどりで美しいです。おかずやご飯がバランスよく詰められていて、蓋を開けた瞬間にワクワクします。食べることでその土地の文化や歴史を感じられるのも魅力です。駅弁は旅を彩る小さなごちそうであり、新幹線の旅をより楽しいものにします。車内ではワゴンサービスも行われています。スタッフがカートを押して飲み物やお菓子を販売します。特に人気なのは車内限定のアイスクリームです。少し固めで、食べているとだんだんちょうどよく溶けていきます。小さな楽しみがあることで長い移動もあっという間に感じられます。窓の外の景色も新幹線の魅力です。田んぼや山、川、街並みがどんどん流れていきます。天気のいい日には富士山が見えることもあり、その瞬間は多くの乗客がカメラを向けます。移動そのものが観光になるのが新幹線の特徴で、車内にいながら日本の自然と都市の両方を楽しめます。新幹線には特別な座席、グリーン車があります。シートが広く落ち着いた雰囲気で静かに過ごせます。長時間でも疲れにくく仕事や読書に集中できます。普通車より料金は高めですが、その分快適で少し贅沢をしたいときにおすすめです。多くの人が一度は体験したいと考えています。さらに上のクラスがグランクラスです。
専用のスタッフによるサービスがあり、軽食や飲み物も提供されます。座席はふかふかで、まるで飛行機のビジネスクラスのようです。特別な記念日や贅沢な旅行にぴったりで、一度体験すると忘れられない思い出になります。新幹線は安全性の高さでも有名です。1964年の開業以来、大きな事故はほとんどありません。地震や災害が発生した時には、自動的に列車を止めるシステムがあります。こうした対策があるため、多くの人が安心して利用できるのです。安全で信頼できることが新幹線の大きな強みです。車内の電光掲示板には、停車駅や到着時刻が表示されます。日本語だけでなく、英語や中国語、韓国語でも案内されるので、外国人旅行者も安心です。アナウンスも多言語対応で、初めての人でも迷わず利用できます。こうした工夫が日本のおもてなしの一部になっています。車内では静かに過ごすことがマナーです。多くの人が眠ったり、本を読んだりしていて、大声で話す人はほとんどいません。日本では周りに迷惑をかけないことが大切にされており、新幹線でもその文化が守られています。落ち着いた環境だからこそ、誰もが快適に旅を楽しめます。トイレや洗面所も常に清潔に保たれています。多目的トイレやベビーベッドもあり、子供連れや体の不自由な人でも安心です。細かい部分まで利用者に配慮されていることは、日本のおもてなし文化を感じさせます。新幹線に乗ると快適さだけでなく心がかりにも驚かされます。新幹線には多くの種類があります。のぞみ、ひかり、こだま、やまびこなど、それぞれ停車駅や速さが異なります。旅行の目的や予定に合わせて選べるのが便利です。車体の色やデザインも違い、鉄道ファンにとっては魅力の一つです。乗り比べて楽しむ人も少なくありません。今日は新幹線に乗るというテーマでお話ししました。切符の買い方や車内の様子、駅弁やサービス、そして景色や安全性について紹介しました。新幹線は日本の技術と文化を感じられる特別な乗り物です。最後にお知らせです。下にある漢字リストとリスニングクイズをぜひチェックしてください。そしていいねとチャンネル登録もお願いします。